はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、ヘッドフォンで、シブガのニューモデル、アンサーです。シブガは、人気の出た 1DD モデル、チュエで知った人も多いんじゃないかな。そうね、チュエは良かったもんね。今回のモデル、アンサーは、最初、アンサーと見間違えてたのよね。シブガが出した一つの答え、的なね。実際はアンサーだったってオチね。鳥シリーズにまた一つ新たなモデルが追加されたってことね。アンサーイコール、ガン、だからね。シブガのモデルは無垢材を使用しているのが特徴で、アンサーにもイヤーカップ部に使われている加工風景の動画があったので、ちょっと見てみようか。わあ、本当に手作業が多いんだね。まさに職人技。木目は全部違うから、まさに一点物ね。ヘッドバンドはプレミアムレザー製。イヤーカップはさっき見た通り手作業による仕上げ。多光デザインで開放感のある出音になってる。イヤーパッドにはベルベットレザーを使用。耳に当たる部分は別素材で濡れにくいけど、夏はちょっと厳しいかな。側圧は弱めで装着感は快適。接続は 3.5mm ジャック。木製ハウジングは180度まで回転可能。ヘッドバンドは11段階で伸縮可能。外観はこんな感じで、質感がいいのはシブガのモデル共通だね。側圧は弱め。長時間の使用でも締め付けによる疲労はほとんど感じないけど、重さによる疲労は多少あるかな。そりゃあジャックさん、何時間も装着してるからだよ。休憩しないとね。ああ、そうだね。耳に当たる部分の質感がいいんで、つい連続使用しちゃうんだよな。ドライバー、磁気回路については上の通り、独自開発の 50mm ダイナミックドライバーでチタンメッキダイヤフラム使用。ジャックさんの首にも埋め込まれてるチタンがまた登場だね。人をサイボーグみたいに言わんでちょうだい。今回のサウンドチェックはどうしましょうか。最初 SV023 とかルアンと比較しようと思ってたんだけど、アンサーの価格は3万ぐらいで、ロビンとかオディオールクラスだったんで、比較はこの2モデルにしてみた。ああ、なるほど。価格帯は似ていますが、多光デザインというところがこの2モデルとの構造上の違いですね。この構造は SV023 とかルアンと同じです。シブガのラインナップの中でアンサーは上位モデルの特徴を受け継ぎつつ、価格は上位モデルほどじゃない程度に抑えてる。シブガだと3万円台でもそんなに高くないって感じがちですけど、なかなか手が出ないよ。波形比較はこんな感じだよ。ヘッドフォンの正しい測定方法にのっとっているわけじゃないし、マイクの取り方もイヤホンの時とは違うけど、同じ条件で撮ってるんで、比較としては成り立つと思ってる。結構違いがはっきりしてるんだね。ロビンはドンシャリ傾向で、ボーカルがこの比較では引っ込み気味。オリオールは低域を少し抑え、中高域を得意とする傾向。歌物向き。アンサーは低域から2キロ過ぎまでフラットに近く、2キロあたりはオリオールに似た感じ。というわけで、音を聞いてみよう。イヤホンの収録とは方法が違って、まずカナル型イヤホン兼イヤホンマイク、ローランド CS10EM を装着し、その上からヘッドフォンを装着して収録。音調整の基準はアンサー。イヤホンの時とは少し違う調整をしてる。実機はもっといい音なので、傾向の違いだけ把握してもらえばと思う。それじゃあサウンドチェックいってみよう。音量上がるよ。
はい、サウンドチェックでした。結構はっきりした違いがあったね。そうね。アンサーは中高域がオリオールに似た感じ。ロビンはドンシャリ、だいたい波形比較通りなのね。アンサーの開放感は収録音では伝わらないけど、圧迫されない自然な感じがプラスされるよ。聞いてて楽ですよね。アンサーを聞いた印象はどんな感じ？波形比較でも聞き比べでも感じるのは、低域から中域がちょっとごちゃついてるってこと。低域のレベル自体は低くないのに、なんか輪郭がはっきりしない。これは EQ で少し補正したい。視覚的なフラット波形と長卓上のフラットに感じるギャップを埋める感じですかね。そうだね。中高域は結構目立ち、歌物に向いてるんじゃないかな。ここから多少音を逃がしているけど、密閉型に近いオリオールに対し、アンサーは多項デザインから来る開放感がある。音はダダ漏れなんで、外ではちょっと使う気になれないけどね。3から7キロあたりはあまり極端に落ちる部分がないけど、耳につくような声域ではなく、ハイハット、シンバル系は出過ぎず自然。なるほど。先ほどの EQ 補正のセッティングってどんな感じになるんですか？これだね。EQ 補正は個人の好みが影響するから必須ではないけど、こんな感じで少し整理すると自分の耳にはスッキリ感が出て聞きやすくなった。ベースの輪郭がはっきりしたよ。低域から中域を整理することで中高域も聞き取りやすくなったんで、2キロ過ぎあたりを少し落としてボーカルやメロディーの出過ぎ感も調整する余地を最初から残してくれているようなチューニングなので、自分好みに調整する楽しみはあるね。それに全て絞る方向だけの調整で済むのもいい。一方補正なしでは音楽以外の用途が良かった。テレビドラマの視聴で数時間使ってみたけど、セリフがとても自然で聞きやすかった。セリフ、人の声の大域は結構低いので、低中域から中域を落としていないアンサーがセリフに向いているのだろう。ってことはゲームとかにも良さそうだね。そうだね。ゲーム、映画、ドラマなど幅広い用途に対応し、チューニングはフラット系。シブガの中では割と低めの価格設定なので、この特性が合う人にはおすすめ。なるほど。調整方法も分かったし、思い切って買ってみようかな。ということで、シブガのヘッドフォン、アンサーのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。